お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍が、第二次世界大戦において日本陸軍の電撃戦とも称される快進撃を成し遂げた、マレー作戦を戦車戦闘の観点から解説をする。山下智之将軍が、降伏を申し出たイギリス軍司令官に対しイエスかノーかと迫った話は有名だな。山下智之将軍は、実際には高圧的に迫ったわけではなく、通訳の問題で第三者からはそういう場面に見えてしまったのが報道を通じて拡散し、自分が敗軍の将に対してそんな態度を取るはずがないと説明していたらしいね。さて、マレー作戦における大日本帝国陸軍、以降は帝国陸軍と呼称するが、帝国陸軍の機甲部隊の快進撃を解説するにあたっては、帝国陸軍の苦い思い出というか悲劇的な事件に時計の針を戻して話をしていこう。悲劇的な事件とは、ノモンハン事件だ。同事件は、帝国陸軍における早々期の機甲部隊の事実上偉人となった武力紛争だ。帝国陸軍の国産戦車で構成される戦車団は、ソ連軍の T26 戦車や BT7 戦車などと激戦を交え、奇襲戦の展開等により一定の戦果は上げたものの、最終的には関東軍の戦力温存の判断により、ソ連軍と交戦中の戦車団は、撤退を余儀なくされるという苦い結果に終わった。関東軍としても親衛の虎の子を全滅させるのは惜しいという判断があったのかもしれないね。ノモンハン事件での機甲戦の反省も踏まえ、帝国陸軍は本格的に機甲戦力の整備に乗り出した。帝国陸軍は陛下の統合整理を行い、一昔前は戦場の花形であった騎兵科を廃止し、新たに機甲兵科を設立した。花形武将を廃止するって割と難しいと思う上に騎兵科の OB なんかも妨害をしそうだけど、誰がそれを断行したの？騎兵科の陸軍将校であり、騎兵官という騎兵教育の元締めを担っていた、吉田新中将だ。機甲戦力の発達で駆逐されそうな騎兵科の将軍が機甲兵科を作ったの。先見の明があったと言えるかもしれないね。吉田中将は、騎兵科の将校でありながら、大陸で騎兵がほとんど役に立たず、むしろ機械化部隊によって騎兵科の軍人が輸送されている状況を見るにつけ、このままではいかんと考え、機甲兵科の設立や機甲兵団の建設に尽力した人物だ。機甲兵科の設立について、騎兵部隊は逐次機械化部隊として編成が変更されていき、1941年には、機甲部隊の整備と教育を一元管理するための陸軍機甲本部が設立され、吉田中将は初代の機甲本部長に就任した。第二次世界大戦に日本が参戦する直前じゃないか。教育関係も充実が図られ、それまで存在した陸軍自動車学校は陸軍機甲整備学校に改組され、機甲車両の整備に関する専門教育を施した。なお、陸軍自動車学校からはこれ以前に陸軍士長兵学校が分離独立しており、この士長兵学校と機甲整備学校が、帝国陸軍の機械化部隊の研究と教育で重要な役割を果たしていくことになる。さて、早々期から発展育成期に差し掛かっていた帝国陸軍の機甲部隊は、いよいよ第二次世界大戦に突入することになり、その初戦で大戦果を上げることに成功する。陸軍の初戦ってどこの戦いだっけ？マレー作戦だ。シンガポール島を最終攻略目標とする、イギリス領マレー方面に対する事実上の奇襲作戦だった。マレー作戦を遂行する帝国陸軍第25軍は、第二次世界大戦用に編成された第三戦車団、そして近衛師団をはじめとする3個師団等で構成されていた。近衛師団をはじめとする3個師団は1500両以上の車両を有しており、帝国陸軍が機械師団の自動車化に取り組んでいた様子が伺える。山下智之中将率いる帝国陸軍第25軍は、複数のマレー半島の上陸地点に分散して上陸を敢行した。中でもコタバルに対する上陸を担当する部隊の重要性は高かったとされ、激しい迎撃も予想される上陸作戦を守備よく遂行できても、さらにマレー半島には帝国陸軍を苦しめる状況が存在した。どういう困難な状況があったの？半島の長大な縦断距離と劣悪な道路状況だ。すなわち、マレー半島における帝国陸軍の上陸地点から、最終目標であるシンガポールにたどり着くためには、マレー半島を縦断する長大な距離を踏破する必要があり、しかも、当時のイギリス領マレーは、
幹線道路や鉄道網が充実して整備されていたとは言い難く、密林も多いこの半島を迅速に縦断するのは容易ではなかった。さらに、マレー作戦に参加した帝国陸軍の部隊の中でも、第三戦車団が特有の苦労を強いられた問題もあった。どんな問題が？基本的に、帝国陸軍は第二次世界大戦に突入するまで、海軍から常に大陸を見ていると皮肉られるほど、ユーラシア大陸での戦闘を主眼に、戦車や航空機の開発を行っていた。帝国陸軍の航空機が大陸での戦闘を想定して設計されていたため、いざ太平洋での当初戦を行うにあたっては航続距離が短すぎるという問題に悩まされたのは有名な話だ。戦車についても、機構本部の教育する戦車団は、基本的に大陸での大規模な運動戦を想定していたため、マレー半島のような密林に囲まれた狭い道での戦闘なんて、想定の範囲外だったわけだ。したがって、これは後年のフィリピン防衛戦で連合軍も悩まされた戦術だが、狭い道で敵兵士らの傾向する下方に待ち伏せされてしまうと、帝国陸軍の分厚いとは言えない装甲だと、戦車が狙われて続々と下方の餌食になってしまうという問題があった。日本軍としてはどうやって対抗するの？とにかく友軍を踏み越えてでも、装甲車両で狭い道を突進して敵部隊を追撃するという戦術で対応することを迫られた。広い大陸での効果的な運動戦ができないことに鑑みると、狭い一本道と密林の広がるマレー半島では、ある意味やむを得ない選択肢だったと言えるだろう。ここで第25軍を構成する機構戦力、第3戦車団について話をしておこう。第3戦車団は合計150両以上の戦車を要する戦車部隊だ。どんな戦車を持ってたの？第二次世界大戦において、共に帝国陸軍の主力戦車として活躍した、95式軽戦車と97式中戦車だ。95式軽戦車は、戦車同士の機構戦には不向きだが、歩兵部隊を直接支援する能力には長けた戦車だ。97式中戦車は、機動力と防御性の両方が考慮されて開発された、帝国陸軍の主力中戦車だ。当初型は歩兵支援用の単身砲を備えていたが、新型では砲塔の乾燥により火力が増強されている。第三戦車団の各戦車連隊は、上陸を敢行する近衛師団らに随行する形で、各地点に上陸し、密林を踏破しつつ進撃を開始した。戦車部隊を集中運用したのかな？いや、複数の地点に上陸する各師団に帯同する形で第三戦車団の戦車連隊は配置されたので、どちらかというと分散して進撃をする形となった。特に、シンゴラに上陸した佐伯中佐率いる佐伯部隊は、まず、イギリス軍がインド軍と共に守備する防衛ラインであるジットラーラインを攻略する。イギリス軍は、強量の爆破による進路妨害、鉄条網や地雷に加え、強固な施設を持って帝国陸軍を待ち構えていた。ジットラーラインの攻略を担当する旅団は、まずは佐伯部隊を先見させる。佐伯部隊は、軽装甲車を備え、かつ、数十両の自動車により機械化された部隊であり、この佐伯部隊には戦車第一連隊も帯同する、準機構連隊とも言える存在だった。佐伯部隊は、敵の猛射に耐えながら、橋梁が爆破された川を装甲車両ごと渡ることに成功し、イギリス軍らと戦闘しつつ、進撃を続けた。道中、佐伯部隊は味方の部隊による援護も受けつつイギリス軍らに猛攻撃を加え、イギリス軍らは退却を余儀なくされる。これにより、佐伯部隊は、機構戦力も駆使して、極めて短期のうちにジットラーラインを陥落させることになった。そのまま佐伯部隊はケダー州の州都を占領するに至り、帝国陸軍の作戦計画は、予想しない速さで進捗した。これにより、首都クアラルンプールに対する進撃が勢いと速さを増していく。クアラルンプールに到達するまで第5師団島は不眠不休でマレー半島を踏破し、消耗していたので、クアラルンプールでやっと休息日が与えられるという攻撃ぶりだった。しかしながら、第三戦車団の一部の戦車連隊は、クアラルンプール占領後も敵に対する攻撃の手を緩めず、密林と狭い道に難渋しながらも、イギリス軍、インド軍にオーストラリア軍を加えたまさに往年の大英帝国軍とも言うべき連合軍と戦闘を重ねた。クアラルンプールってシンガポールに近いの？いや、
まだ距離がある。クアラルンプールからシンガポールに到達するためには、さらにマレー半島を南下し、最南端のジョホールバルを攻略して、そこからシンガポール島に至る必要がある。クアラルンプールに続々と集結した山下智之中将率いる第25軍は、満を持してマレー半島を南下、ジョホールバルの攻略に成功する。第三戦車団の活躍もあり、マレー半島は2ヶ月もかからずに帝国陸軍が掌握した。最後に残ったイギリス軍の大要塞、シンガポール島だが、第25軍は、北の近衛師団、第5師団、第18師団及び独立部隊をもって、第3飛行集団による航空支援のもと、シンガポール島に渡りイギリス軍に攻撃を加えた。イギリス軍はシンガポール市街で頑強に抵抗したが、日本側の弾薬が底をつきそうになったタイミングで、イギリス軍司令官のパーシアル中将は降伏した。なお、冒頭でも言及したが、山下智之中将は、降伏をしてきたパーシアル中将に対し、会見では軍人の徳をもって接すべきと考え、降伏の手続き等について、紳士的な対応をもって、協議をしたそうだ。有名なイエスかノーかと強圧的に迫ったとするエピソードは、不慣れな通訳者に対し発言した言葉が古代に広まったという説や、そもそもそんな発言はしていないとする説などがある。山下智之中将って強圧的な交渉をするタイプの将軍だったの？後世に伝わる山下智之中将の評判からすると、必ずしもそうではない可能性がある。すなわち、山下智之中将に陸軍省軍務局で部下として仕えた将校の回想によると、同将軍は豪放な見た目からは意外だが非常に細かい脳裏タイプの人であったとか、あるいは、ある情報将校の回想では、部下思いの穏やかな将軍だったという回想もあるので、実際にイエスかノーかと強圧的に迫ったのかには疑問符がつくかもしれないね。飛行部隊の話は、マレー作戦において帝国陸軍の電撃作戦が成功したのは、まず、制空権の確保に成功した点にある。航空支援の傘の下で、陸上部隊が進撃する様は、単純比較はできないとはいえドイツ国防軍の西方電撃戦と似た構造が伺われる。しかしながら、帝国陸軍がユーラシア大陸で想定していた戦車集団同士の大規模な機構戦は、マレー半島のイギリス軍の戦力や土地の状況からジャッジすることはなく、むしろ快進撃をする機械か歩兵集団に、戦車部隊が直接支援をしつつ進撃の度合いを加速させる、という構図だった。機械化部隊の果たした重要な役割としては、密林地帯を進撃する戦闘部隊に、鉄道輸送では限界のある必要量の食料、燃料、弾薬等を適宜補給して支えた実績もある。一方、戦闘部隊としての戦車団に関して言えば、単独で機構戦を展開し得る機構師団の体裁がまだ整っていなかったことや、集団統率に不可欠な無線通信が帝国陸軍にあっては発展途上にあったがゆえに、機構部隊として十分な戦力足り得るためには、さらに改善の余地があった。マレー作戦での電撃戦の成功と教訓を生かし、帝国陸軍はさらに機構部隊の充実に力を注ぐことになる。さて、以上の通り、マレー作戦の戦車戦闘の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍の猛将にして記載である、石原幹二が、帝国陸軍の中枢たる参謀本部で大活躍するも、盧溝橋事件をめぐる権力闘争に敗れて心ならずも左遷される紆余曲折を解説した動画です。満州事変で油の乗り切った石原幹二が日本の内閣にまで影響を及ぼす様は圧巻だし時代を感じるな。226事件では反乱軍の討伐に及び腰の軍事参議官を面場して爆撃の手配まで行うなど、行動力の過断さは類を見ないと思う。そして、盧溝橋事件により石原幹二がどのような形で転落を経験していくのか、そこら辺に着目をいただいてご視聴をいただければ後人の至りです。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。